これが器になるので、これが1日炊いた完成です。こんにちは。東心斎橋できな料理ひろとというお店をやっている土井浩二です。本日はよろしくお願いいたします。今日は茶蒸しを紹介いたします。ただですね、今回の茶蒸しは一風変わって器ごと食べれる茶蒸しです。それでは早速作っていきます。まず大根ですね。だいたいこれぐらいの大きさなんですけど、長さとか一切測ってなくて、まず外の、皮ですね。皮を、もちろん筋が食べちゃったら残るんで、この縁の筋を一周剥いて、切り取ります。そしてこういう100円ショップとかそういうところでも売ってると思うんですけど、型抜き、セルクルっていうんですかね。そういうので、大体大根の大きさに合わせて真ん中に、差し込みます。で、お家でしたら、ちっちゃいスプーンとかでも、大丈夫だと思いますんで、これにこの穴の中に具材を入れていくんで、この中身を、ほじくり出します。でこの大根は後で味噌汁の具にするなり、サラダに使うなりで、ある程度ですね、もちろんそうなんですけど、これが器になるので、そこですね、そこを大体今はこのぐらいまで残してですね、全部ほじくっちゃったらもちろんあれなんですけど器にならないんで、この程度までいったら、これをくり抜いて、で器の完成です。でこの大根を、とぎ汁で、炊いていきます。でおおよそだいたい2、30分ぐらいなんですけど、こう竹串かなんかですっと火が通るぐらい、まで、戻していきます。これなぜこうするのかというと、大根にもすごく柔らかくもなりますし、味が染み込みやすくなるので、一旦これで柔らかくさして、ぬかの臭みを取るためにまたもう一回お湯でまた沸かして、少しだけさらします。これで今とぎ汁で湯がき上がった状態です。で、竹串でこうスッと通るようになれば、一旦これ5分ほどですね、水にさらします。でもう一度、新しいお湯で一度ふかすんですけど、これさらさなければちょっとぬか臭い大根になっちゃいますんで、これは必ずやってください。そして5分ほどさらした大根を今度もう一度、さらにぬかの臭みを取るために水から一度沸騰させます。少しだけ手間がかかる料理なんですけど、このようにした方が必ず美味しく出来上がると思いますんで。これはもうおでんの大根の時とかもこういう工程をした方がいい？そうですね、はい。そのまんま、生のまんまの大根を煮ても中まで味が染み込まないんで、一度こういう工程をした方が必ず美味しく出来上がると思います。これはもう沸騰したらもうこれで OK です。これでも完璧に米のぬかが、取れますんで、でこれをもう一度またさっとさらしますね。で、また5分ほどさらした大根を、キッチンペーパーかなんかで、ちょっと水気を切ってですね、でこの合わした、お出汁の中に、煮含めていきます。浸かるぐらいで十分だと思いますんで、十分に大根も火が通ってますんで、沸いたら弱火で10分ぐらいで十分です。今弱火にして10分ほど、煮込んだんですけど、あとこのままですね、今火を止めてこのまんま粗熱を取ってですね、ちょっと、味を含ませるような感じで、理想は1日粗熱を取って冷蔵庫にしまうのが一番理想なんですけど、もし今日食べたいとかっていう方は1、2時間は
味を煮含ませてください。これがですね、炊く前とこれが1日炊いた、大根です。これだけ味が十分染み込んでかなり美味しいと思います。で、あと具材なんですけど、今から切っていきますね。しいたけ、石突きを取って、4分の1に、鶏肉はだいたいこの器に入るぐらいなんで、これぐらいの大きさですね。さっと霜降りをしてます。で、エビなんですけど、今日は頭付きの車エビ、これ頭を取っていただいて、で背がね曲がらないように、竹串を刺して湯がいてます。これは特には茶碗蒸しの中なんで大丈夫なんですけど、お店では必ずこういうやり方をしてるんで、今日はあえてそうさせていただきました。で、エビの皮を剥いて、大体3等分ぐらいですかね。で、この具材を、入れていきます。しいたけ、エビ、あと鶏肉ですね。茶碗蒸しの卵液ですね。卵液。卵1個と、ピーターで、混ぜていただいて、で、必ずこしてください。そしたら舌触りも滑らかになるんで、で、こし終わったら、お出汁を加えます。これも混ぜ終わったら、この型に流し入れます。で、あと彩りでですね、三つ葉、これ生の三つ葉です。これを置いて、あとだいたい蒸し器でそうですね、中弱火ぐらいですか。それで10分ほど、蒸していきます。今回の茶碗蒸しのこの卵の液、卵液なんですけど、だいたい卵1に対して、お出汁が2ですね。で、うちのお店でしたら、卵1に対して出汁が 3.5 なんですけど、なぜこうするかといったら、蒸してる時に大根から水分が出て卵液を固くしとかないと固まりきらないんで、本当の茶碗蒸しの卵液よりはだいぶちょっと固めにはしてます。中弱火ですね。中弱火で10分ほど経ったんで、蒸し上がりました。このような感じです。これをですね、器に盛り付けて完成です。お好みによってですけど、上に柚子を置いたりとか、だいたいそんなもんですね。もみのりをのしても合うと思います。それでは、いただきます。器の大根も美味しいです。で、これも1日冷まして、半日でもいいんですけど、冷たい茶碗蒸しでも非常に、またさらに大根にも味が染みてですね、美味しいと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後にありがとうございました。ありがとうございました。